どうも、ロジアスです。今回はカワウソの3です。いつもは2ページ分見開きでお届けしていますが、今回は半ページ増えた分、それをお届けします。このページですね。さあ行ってみましょう。最初見開きだけで制作していったんですけれども、下書きの段階で読むやつに見せたら、ちょっとインパクトに欠けるんじゃないということで、半ページ分増やして、これが表紙みたいな感じになるように、ちょっと書いてみようかなと思っています。いつものごとく真っ白なスペースに、鉛筆で下書きから進めていきます。これはね、水の中にいるカワウソ、それと陸に上がっているカワウソ、その両方を書いてみようかなと思います。一応立体感をつかみつつ、カワウソの下書きを書きました。この文字の部分もなんか周りに木枠が書いてあるので、それに合わせて木の感じにしてみようかなと考えています。でこちらは陸に上がったカワウソ。陸というか枝の上にちょこんと乗せてあげようかなと思っています。いつもいきなり書き出さずに別の紙にラフを書くんですけれども、構図を考えるときにあんまり私は理論的に考えず、ここに足りないなとか付け足してったりしてですね、結果的に三角構図になってるってことが多いですね。今回、下半分は水の中にしたいので、上半分の背景は大自然の中の森みたいなイメージにしようかなと思っています。さあ、大まかに形がつかめるぐらい下書きが終わりましたら、早速ペン入れを進めていこうと思います。まずは顔の一番神経を使う部分ですね。ここを失敗するともう全部台無しになっちゃうから、一番最初集中力のあるうちに顔を描いちゃいます。今回はこのカワウソ自体も単体の大きさで言うとあんまり大きくないので、線も、かなり細めの線が描けるこのペン先をチョイスしております。この辺はこれ今何描いてるかというと苔ですね。水辺の倒木というイメージですかね。水辺なので、水分がね常にあるところなんで苔も生えるだろうということだし、ただのね木の面だけで終わらせるよりは苔を生やした方が緑も入っていい感じに見えるかなと思います。ふわふわの緑が入ることでちょっと優しい感じにも見えてきますよね。この段階でだいたい太陽の光もどっちにあるかなっていうのも意識しています。なので影になるような部分はこの毛を多く描いてですね、また色を塗った時もそこが濃くなるように塗ろうかと思っています。さあ、水の中のカワウソ。カワウソってね、手が短いからね、そのバランスを取るのが少し、難しいんですけれども、カワウソもイタチ科の動物ですけれども、イタチ科ってね、みんな手足が短いんですね。で、あれ早く走れないし不便なんじゃないって思うかもしれないんですけれども、あれはね、獲物を追って、その獲物が逃げ込んだ土穴に、入って追いかけるのに適しているんですね。例えば別の動物、ダックスフントという犬いますよね。あれはね、もともとアナグマを狩るのに適した体型、短足ということでね、改良されて作られたみたいなんですよ。またこの短足は木に登るときにですね、幹や枝から体を離さずに移動できる安定性があるんですね。で、木の上でバランスも取りやすいということも利点にあります。またカワウソは水の中に入って魚を追いかけ回して、狩りをするんですけれども、その時ですね、長い手足を動かして泳ぐよりも、この手足を体に密着させて体全体を振って、それを推進装置にして泳ぐ方がはるかに効率がいいんですね。で、細いね岩の隙間とかもそれで入っていけますし、なのでしっかりと環境に適した体型に進化していってるんですね。さあ、ここで久しぶりのアイテム、エコーラインカラーインクのグレーです。
これで背景の線画を進めていきます。この背景の線画を進めるのは何の道具を使おうかなって結構ね、悩んだんですね、実は。で、このエコーラインのグレーを使ったのはちゃんと意味がありまして、この背景もですね、なるべく細かくいろんなものを描いていきたいなと思ったんです。で、そのいろんなものが何なのかを、わかるようには描きたいんですけれども、背景にいろいろ描きすぎるともう画面全部が重くなってですね、一番見せたいカワウソとこうバランスがぶつかってしまうんですね。もうごちゃごちゃしてカワウソが引き立たなくなってしまう。またごちゃごちゃ描いた分、その最初の3点構図っていうのも崩れて見づらくなってしまうんですね。だからそれをどうしようかなというふうに考えたときに、まず背景はカメラでいうところのこうフォーカス、ピントが合ってないように描けないかなって考えまして、ちょっと輪郭をパキッと描くんじゃなくて甘くするということですね。なのでこのエコーラインを選びました。このエコーラインね、完全な耐水性ではないのですね。だからこうやってね、今絵の具乗っけてますけど、この上にね絵の具を乗っけるとこのインクが少しボケちゃうんですね。だからそのボケをあえて利用して、輪郭を甘くできないかなってやってみようかと思います。あとは線の色、このインクの色も、黒で描いた動物が引き立つようにグレーを選びました。で、あとはこの色塗りの段階で、後ろを、カワウソよりも淡く塗っていけばカワウソが引き立つかなと思って、なるべくなんかこうピントがずれたような感覚が出るように塗っていきたいなと思って進めています。この今塗っているカワウソが乗っている木の部分、そこはね、手前なのでピントがあったような感じに描きたいですけど、この後ろは水彩の、淡い感じを生かしたもの、薄い感じに描いていきたいなと思います。全体的なシチュエーションは夏の山の中の、心地いい川辺みたいな感じで描きたいなと思ったので、太陽を描かなくても日光がさんさんと照っている感じにしたいので、葉っぱだとか、水面がこう光るように、白抜きになるようにマスキングをたくさんしました。このマスキングをする位置も、塗ってて邪魔になりそうなところ、絵の具が絶対被ってきちゃうなってところはやっぱりマスキングをしといて、今これ周りの木枠のマスキングとちょっとつながっちゃったところを切ったんですね。で、あと濡れたところはどんどん剥がしていくと、白抜きの光が当たってるようなところが表現できているかなと思います。これ今やってるのはカワウソの周りに白を入れてます。これを入れることで、背景とちょっと分離して見せる。手前のものを際立たせるために白を置いてます。普段仕事でもですね、背景を描いたとき、手前の人間が浮き出て、見やすくなるようにってこう周りに白を入れることも多いです。背景はいろんなものを描きましたけれども、こう境界を結構ぼかすような形、パキパキっと描かないことで、ここになんか違う種類の木があるんだなとか、それぐらいの、見やすさが出ればいいかなと思って描いていました。さあ、じゃあ、このカワウソちゃんを塗っていきましょうか。セピアの色がですね、ちょうどいい色だったので、混色なしで塗ってってみようかなと思いました。影になるようなところは、塗り重ねて濃くしていってますね。紙質がですね、結構サラサラしたものを使っているので、絵の具があんまり染み込まないんですね。なので乾くと結構思ったよりも薄くなっていくので、完全に乾いてから、これを塗り重ねるようにしています。
粗めの水彩紙とかだと絵の具をすごく吸い込むので、もうちょっとね、絵の具は濃く出るんですけれども、これはね、ポスター紙という結構サラサラした紙なので、あんまり染み込みすぎないっていうところが、色の調整が効いて気に入ってるんですけれども、さあ、下の水面の部分行きましょうか。これ今グレー入れてるのは水面に映る石の影ですね。この水面も塗るときに結構悩みましてね、一回、水色、ちょっと緑を入れた水色でバーッと一気に表面塗ってもいいんですけれども、それだと多分重くなるなと感じたので、なんかこうちょこちょこ色をのせながら塗ってってみようかなと思っています。これは、石の時塗った絵の具がパレットに残ってたので、それをそのまま水つけて再利用して塗っていますね。水彩絵の具ってそこが便利ですよね。水つければ復活するっていうところが。さあ、この辺も、水面に映る緑を、塗っていますね。上の木の緑が水面に映ってるというようなイメージです。これも水つけて復活させて、その部分の色を使ってます。ちょっとね、実験的に塗っている部分もありますね。なるべくね、この水面は色を塗り重ねたくないんですね。塗り重ねると濁ってくるし、色が濃くなってくるので、だからちょっと塗ってない部分を埋めていくように塗ってますね。ここで気をつけてるのはやっぱり、この一番手前に来るカワウソより濃くならないこと、あとこの下に文字の木の部分が入ってくるので、それを濃く塗りたいので、それよりも絶対薄くすることっていうのを、気遣いながら塗っていってます。あんまり塗り重ねないようにね、気をつけてます。で、少し緑色を入れたのは、水ってね、子供とかね、水色一色だけでベーターっと塗るんですけど、水もね、大体こう自然にある水ってやっぱ緑色がね入ってきますよね、反射して。なのでこの水色も、緑を混色しながら塗ってっています。あと上の背景と同じちょっとフォーカスがブレたような感覚、そういうのも少し意識しながらやっていって、あんまりこの川の水のうねりとかもはっきり描かないようにしたいなっていうのが一つの目標であります。この辺は、上の、岩が映り込むような部分なので、影になってね、暗くなってくるので、そこだけはちょっと塗り足しをしていますね。そういう部分だけ。じゃあ、水面につけたマスキングを剥がしていきたいと思います。これ剥がすと白抜きになって、こう光が、表現できるかなと思ってるんですけど、この文字の部分も剥がしちゃおうかな。この文字の部分はですね、マスキングするときにちょっとはみ出すようにあえてマスキングしていました。これも周りが白抜きになるようにですね、文字が引き立つように、ちょっと見えづらいんですけど、白い枠ができるように意識してマスキングしたところです。光る白い部分が見えてきましたね。気になったところ少し書き足してます。こんな感じで水面の部分はだいたい OK ですね。じゃあ、ここね、取れてなかったんですけれども、一気にね、水色を少し薄く塗りまして、それから、どんどん濃く塗り足していってみます。水の中のカワウソにも、この川の中の色が効いてくるので、カワウソの部分にも水色を、下塗りとしてプラスしております。
ここで一旦マスキングを剥がします。マスキングをした部分は、この水の中になんかこう模様みたいなのを入れたいなというのと、あとこの石の表面にですね、水面の光がこう、ゆらゆらと筋みたいにね、なってくるんですけれども、それも表現したいなと思って、そこもマスキングしていました。そこからまた、塗り重ねて濃くしていきます。マスキング取ったところも塗っちゃいます。そうするとね、うっすらこの、水玉が微妙に残ってくれるんですね。そうすると石の部分にも、この青を効かせていきます。そうすることでこう、水と、水底の一体感が出てくるのかなと思います。さあ、この文字の部分を塗っていきます。これは古くなった木でできているイメージです。木って肌色とか黄土色に近いような色で、塗っていくことが多いかなと思うんですけど、それは切ったばっかりのなんかこうまだ鮮度のある木の場合ですね、その木をですね外にずっと置いとくと灰色に変色していくので、そういったちょっと味のある木にしたかったなというのと、水の中に入った木は、水を通している分色が濃くなっていますね。それも意識しています。こちらのカワウソは、水の中なので先ほどのセピアに、ブルーグレイのような色を混ぜて塗っています。文字の部分にも水色を足して水の中にある木を表現しています。さあ、空を塗っていきましょう。空の色はですね、ウルトラマリンとかコバルトブルーのような色を使ってもいいんですけれども、それよりは少し黄緑が入ったようなこのコンポーズブルーみたいな色を塗ると、コバルトブルーよりも少し温度感が出て夏の気温の高い感じにちょうど合うんじゃないかなと考えました。まあそれぞれの好みではありますけれどもね、この空の色一色でも、温度感っていうのは出せるのかなと思うので、ぜひこだわってみるのもいいと思います。やっぱり黄色みたいな暖色が少し入った水色だと温度が高いように感じるし、逆に青に、グレーとか足して無機質な感じに近づけると、寒い冬の空みたいな感じが出せるのかなと思います。さあ、空を塗ってる間に乾いたこのボディの部分、そこに塗り足していきます。これがね、乾かないうちに塗り足しちゃうと逆に絵の具を筆で吸い込んで薄くなってしまうことになるので、十分乾かした後に、塗り重ねました。ここで絵の具を塗ったことでちょっと薄くなってしまった線画、それを描き足して、文字の部分とか強調したい部分に少し黒を入れています。結構線画段階の時はね、パキッという黒で描かれるものなんですけど、どうしても水彩絵の具とか絵の具のっけると薄くなっていきますよね。あえてそれを利用する部分もあるんですけれども、もうちょっと黒を足した方がいいなってところの方がこう絵が引き立ってくるかなって思ったところはこう付け足しています。これはこの木の文字が、水面に、透けて見えるようなところですね。そこに色を足しています。さあ、周りの木枠の部分どんどん塗っていきましょう。全体的に木枠はあるんですけど、項目ごとに少し色を変えていってみようかなと思います。ここは、昔の太古のところなのでかなりグレーを効かせて塗りました。でこっちはアマゾンなので、こう木枠にも泥がちょっとついて、黄土色っぽくなっているようなイメージにしました。古い木っていうのはね、やっぱこれグレーがだいぶ強くなっていくので、古さと泥の感じ
両方が出せればなと思います。で、ここはですね、水辺のところなんですけども、苔が生えてるような木をイメージして、まず緑から塗ってますね。さあ、こちらの方は、単純にちょっとグレーを効かせたようなもの、あんまり色がないような木枠にした方が、この絵が映えるかなと思ってます。でもこの木のパーツごとに少し色味も変えていっています。最後ちょっと足りないかなっていう部分塗り足してますね。さあもうあとは最後の仕上げです。まあこの辺は木の感じを多く出すために色鉛筆で、色を塗り重ねてって、こう木の表面のボコボコ感だとかをもう少し出せればなと思って今書き足しています。さあ今回はですねこんな感じで、だいたい終わりに近づいてきましたけれども、カワウソとても可愛らしい動物ですよね。日本でもコツメカワウソがとても人気ですけれども、今ですね、2019年に決まった国際條約で、ペットとして飼うことは原則禁止になっています。だからこれからペットとして飼いたいなっていうのもちょっと、無理なんですけれどもね。だから動物園とかで、観察することはできますけど、まあ実際ね、ペットとして飼うとね、大変みたいです。飼育が難しいんですね。風呂の水だけではやっぱり狭すぎるし、あんまり言うことを聞かない。だからね、飼い主さんはね、よく噛まれて腕とか足傷だらけみたいです。動物病院もノウハウはあまり持ってないので、何か病気とかね、怪我とかあった時に対処が大変みたいですね。だからインスタグラムとかでね、カワウソ飼ってる方のインスタを僕もたまに見ることはあるんですけれども、まあちょっと前にですね、虐待の疑いで結構騒ぎになった人もいますよね。まあそれほどちょっと可愛いからといってね、飼ったりするのはとても難しいので安易に手を出すべきじゃないかなと思っています。まあ結構カワウソって可愛い割には世界中で不遇な目に遭ってきた動物で、乱獲だとかで、個体数もだいぶ減ってしまった動物なんですけれども、イギリスだとかドイツでは保全活動がすごい活発で個体数も増えてきたということで、日本でも昔のように、その辺の河川だとかでね、普通に見られるような世界に戻ったらいいなと願うばかりでございます。さあ今回はこんな感じでカワウソを描いてきましたけれども、いかがだったでしょうか。今回はいつもより半ページ多い、3ページ分ということで書いてみました。今回もこれが良かったなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとこのイラスト図鑑の他に描いた絵とかはですね、インスタグラムとか、スレッズの方でも載っけておりますので、もしよかったらそちらも、見てみてくださると嬉しいです。別のイラストのシリーズを始めてみたりなんてこともしております。もし興味あったらフォローしてください。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。